手が後ろで組めない30秒肩甲骨剥がしストレッチの方法をお伝えします。はい、整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今回はですね、手が後ろで組めるようになる30秒肩甲骨剥がしストレッチの方法をお伝えしていきたいと思います。はい、結構ですね、この質問ってよくいただくんですよ。手が後ろで組めないんですけども、これをどうにかする方法ってありませんかということですね。今回はたった30秒で自分でできる肩甲骨剥がしストレッチ、そして最後手がですね、しっかりつくようになる方法をお伝えしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧になっていただければと思います。はい、ではですね、早速手を後ろで組めるようにするためには一体どの筋肉をストレッチしていけばいいのかということについてお伝えしていきたいと思います。まず手を後ろで組むという動作というのはどのような動作なのかということを理解していただきたいんですね。はい、動作としては2つあります。1つはですね、肘を上に上げる動作。はい、そしてもう1つは肩を後ろに引く動作。この2つなんですね。この2つの動作がどちらもちゃんとできていないとですね、しっかり組むことっていうのはできないんですね。ちなみに私は両方しっかり組むことができます。はい。というのは肘を上げる動作、そして肩を後ろに引く動作ということができるということがですね、条件になります。そこでですね、肘を上げる動作というのはどの筋肉かというと、この二の腕にある上腕三頭筋という筋肉になります。はい。そして肘を後ろに引く、そして肩を後ろに引く動作というのはですね、この胸についている大胸筋という筋肉、そしてこの肋骨についている前鋸筋という筋肉、この筋肉を伸ばしていくことによって肘を上に上げる動作と肩を後ろに引く動作ができるようになって、後ろで手を組めるようになるということになります。はい。ではですね、お待たせしました。自分でできる肩甲骨剥がしストレッチの方法をお伝えしていきたいと思います。片側30秒でできる方法になりますので、一緒にやっていきましょう。まずは、この二の腕についている上腕三頭筋ですね。はい。まず右腕から行っていきますので、肘を曲げます。肘を曲げた状態で、肘をですね、壁につけます。で、壁につけていただきましたら、このままですね、体を下に下げていくとですね、この上腕三頭筋伸びていくんですけども、ここで一つポイントとして壁にぐっと体を押し付けます。押し付けながら体をぐーっと下に引くようにするとさらに伸びていきますので、この状態で10秒間ですね、ストレッチしていきます。ではいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。これで上腕三頭筋は完了です。はい。そして次は大胸筋。大胸筋はですね、手のひらを上に向けます。手のひらを上に向けていただいて、手を後ろにぐるーっと回します。そしてだいたい耳くらいの高さで肘を伸ばした状態で壁につけます。この状態から体をですね、左にひねっていくと胸の筋肉伸びていくんですけども、ここでも一つポイントとして、壁にぐーっと体を押し付けながら体をひねるようにすると、さらにですね、胸の筋肉伸びていきますので、壁にぐっと押し付けながら体をひねるように、この状態で10秒間ストレッチしていきます。ではいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。これで大胸筋は完了です。はい。そして次、肋骨についている前鋸筋のストレッチですね。前鋸筋のストレッチは手を壁につけます。はい。手を壁につけていただいて、このままですね、少し肘を曲げた状態で体をぐーっとひねっていく形なんですけども、この時もやはりワンポイントとして、肘を曲げながら体をぐーっと壁に押し付ける。押し付けながら体をひねるような形。そうするとさらにですね、この肋骨の方の筋肉が伸びていくかと思いますので、この状態でですね、10秒間ストレッチしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これで右側完了になります。はい、続きまして反対の左側も同じように行っていきたいと思います。まずは二の腕の上腕三頭筋ですね。肘を曲げた状態で壁に肘をつけます。この状態でただ体を下に引くのではなく、壁に押し付けて、壁に体を押し付けて、体を下に引くように。そうすると、
上腕三頭筋、二の腕の方が伸びていきますので、このまま10秒間ストレッチしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、続きまして胸の筋肉、大胸筋ですね。手のひらを上に向けた状態で肘を伸ばして壁に手をつけて、この状態で体をただひねるのではなく、体をですね、壁に押し付けて体をひねるように。この状態で10秒間ストレッチしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、続きまして肋骨についている前鋸筋ですね。これは手を壁につけていただいて、この状態で肘を曲げながらひねるんですけども、さらにですね、壁に体をぐっと押し付けて肘を曲げた状態で体をひねるように。そうすると肋骨の方ですね、伸びてきて肩甲骨がぐっと内側に入ってくる感覚あるかと思いますので、この状態で10秒間ストレッチしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これで左側も完了です。はい、お疲れ様でした。ここでですね、左右の肩甲骨剥がしストレッチが終わった後に、軽くですね、肩を動かしてみてください。はい、そうすると、肩甲骨の動きがすごく軽くなっている感覚、わかりますでしょうか？はい、この状態で先ほどのですね、手を組む動作やってみましょうか。まずは、左手が上で、右手が下の手を組む動作。そして、左手が下で、右腕が上の動作。はい。いかがでしょうか？はい。ここでですね、手がしっかり組めるようになったあなた、おめでとうございます。はい。このストレッチですね、ぜひ習慣にしていただくことによって、この状態キープできますので、ぜひですね、今回のストレッチ、毎日やるようにしてみてください。そしてですね、このストレッチを行っても、手は少し近づくようになったけど、まだ手がつかない。また手はしっかり組めないというあなたですね、ぜひこのストレッチやはり続けていただいて習慣にしていただくことによって少しずつ近づいてきて最後に手をつく、そして手を組めることにもつながりますので、ぜひですね、このストレッチ毎日行っていただければと思います。はい。ちなみにですね、私はこのストレッチ毎日の習慣にしていますので、このようなこともできます。はい。手をですね、後ろで合わせることもできます。はい。ここまでできることまではですね、求めないですけども、このようなことができるということは、やはり肩甲骨が柔らかいということになりますので、肩こり、首こりの予防にもなりますし、姿勢の改善にもつながりますので、ぜひですね、このストレッチ習慣にしていただければと思います。はい。ということで今回は手が後ろで組めるようになる30秒でできる肩甲骨剥がしストレッチの方法をお伝えさせていただきました。はい。片方30秒、両方で1分でできる方法になりますので、ぜひですね、あなたの生活に取り入れていただいて、あなたのお悩みの解決にお役立ていただければと思います。またですね、今回の動画というのは、私のですね、仲間の先生の小玉先生という先生の動画をですね、参考にさせていただきました。はい、小玉先生のオリジナルの動画では、今回の内容をさらに詳しく丁寧に説明していただいていますので、小玉先生のオリジナルの動画、下の説明欄の方に貼り付けさせていただきますので、ぜひですね、そちらもご覧になっていただければと思います。この動画が役に立ったという方は、ぜひですね、高評価いただければ励みになりますので、よろしくお願いします。また、動画に関するご質問がありましたら、コメント欄にてご質問いただければ、順次動画でお答えいたしますので、どしどしコメントお待ちしております。今後もあなたを健康にするための情報をどんどん発信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録していただいてお見逃しないようにしていただければと思います。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。